皆さんこんばんは。バイバイニュース山崎です。今日は2019年の10月の8日ですね。曜日は火曜日ということで、時間が今日本時間の夜の9時34分ということで、約30分、35分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、安倍晋三が本日2019年10月の8日ですね、0が抜けてましたね、駐米日本大使に署名させた日米貿易協定の隠された正体とは何かということなんですね。今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブは通算で2864回ということで、一元放送で正面からツイキャステレビの媒体を使って、現時点での放送映像も音声も順調に配信されているということですね。ということで今日の放送を始めたいということです。でいつものように、昨日の放送のメインテーマ、日本国憲法99条憲法尊重擁護の義務に罰則規定がないことが今の日本を憲法無視、憲法違反、憲法破壊が常態化した無法国家にしたのだというメインテーマです。で、それを YouTube 用に、表紙にですね、してくれたのがこれで、私の顔がですね、前面に出てるんですね。で、日本国憲法99条ということで、ちょっと、訂正というか、この憲法尊重擁護の義務という言葉の前にですね、全公務員による憲法尊重擁護の義務という、国民全般に対するじゃなくて、公務員に限定して、この義務を課してるんですね。ここが99条のポイントなんですよね。で、それに対して罰則規定が何もないということで、罰則規定がないから誰も守んないということなんですね。ですから、これは単に偶然に罰則規定がないんではなくて、もう完全にこの日本国憲法を規案し、1947年5月3日に施行した当時の GHQ マッカーサー総司令官、彼は、アメリカ支配階級の代理人ですからね、彼の巧妙な日本国憲法、表向きは非常に近代的で民主的で、反戦平和とか主権在民とか民主主義とか個人の自由と基本的人権の尊重とか隣国との平和共存という基本理念が掲げられてますけど、その基本理念を破壊するような、装置をですね、巧妙に仕掛けたというのが私のずっと主張していることなんですね。その最大のものが、日本の天皇制だということと、それから議院内閣制という一見民主的に見えますけど、実は独裁を独裁の登場を想定しているんですね。なぜかというと、衆議院の過半数の議席を持った政党の代表が同時に行政の長である内閣総理大臣に就任するということで、その時点で国会と内閣という2つの国権を一人の人間が管理支配できるような体制になってるんですね。それに日本国憲法第6条の第2項で、天皇はですね、内閣の諮問と承認に任命かによって最高裁長官を任命するというふうになってて、天皇の名においてですね、日本の内閣総理大臣は三権の一つである最高裁の長官をも任命できるということで、結局は国会と内閣と最高裁という3つの国権を一人の人間が支配管理できるような体制になってるんですね。ということで、
何でしたっけ、それからこの昨日のメインテーマの第99条、すべての公務員はこの憲法を尊重し遵守する義務を負うということで義務化してるんですけど、罰則規定がないから誰も守んないということで、安倍晋三以下はですね、アメリカ支配階級の傀儡政党自民党が日本の政治をもうほぼ 100% 独占してきたという中で、憲法を守んなくてもですね罰則されないと、罰を与えられないということだと誰も守んないということでここまで来ちゃったんですね。ということでそれに加えて、歴代自民党政権というのは日本国憲法を擁護する、あるいは公務員が日本国憲法を尊重しているかあるいは遵守しているかというのを監視する国家機関公的機関をどこも設けてないんですね。国会にもないと内閣にもないと最高裁にもないと。だからいわば日本国憲法っていうのは丸裸のまま無防備のまま歴代自民党政権の政治家とそれから国家官僚によって、痛めつけられ傷だらけになっているということですよね。そして、最後の段階として安倍晋三とその背後にいる極右ファシスト天皇制原理主義者日本会議神社本庁靖国神社在特会あるいは創価学会とかあるいは統一教会とかですね、そういうカルト宗教どもがですね、最後のとどめとして、憲法改正という名の下で憲法をなきものにして大日本帝国憲法にすり替えるという最後の大謀略攻撃をかけてきているということなんですよね。ということで、そして昨日の放送の現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが301名様、YouTube が521名で全部で824ということですね。ということです。そして、明日水曜日、10月の9日の外国語放送は語学研修のためお休みさせていただくということで、来年の1月までですね、1月の中旬まで、毎週水曜日はお休みというふうになります。そして今日の映像ですけど、今日の映像は全部で4枚ですね。で、最初の2枚は今日のメインテーマですけど、この日米貿易協定というのが突然、締結されたと、署名されたということで、その内容はほとんどの人が知らないんですね。それで、東京新聞の記事、9月付の記事ですね、9月29日かな。で、こういう図表があったんですね。図表がついてたんですね。で、1と2で、このブルーのところは、日本への輸出ですね。アメリカの生産物が日本へ輸入された時の関税、障害をどうするかということで、こちら側が今回の日米協定の結果、でこちら側がTPP での一旦決められた TPP の決定事項ですけど、トランプがひっくり返したということ米国との TPP 合意か、米国との、TPP 合意のあれなんですね。で、2枚目がこれ赤いんですけど、これが日本がアメリカに輸出する場合、自動車用部品、牛肉と、この3品目なんですね。そして、米国産、製品が日本に入ってくる場合のこのブルーの方はお米、
小麦、牛肉、それから豚肉、乳製品、ワインから林水産物と12341234567 7品目なんですね。これなかなかよくまとまってるんですね。ということです。で例えば米は今回は無関税輸入枠は見送られたということで、アメリカ産の米が日本に入ってくる場合、関税がかなり高い関税が課されるということで、トランプは関税ゼロにしろというふうに言ってたんですけど、これは日本の農家を怒らせたら大変だということで、安倍晋三が今回は見合わせてほしいと、将来はOK だけどということで、見送らせたということですね。で小麦は TPP と同じ内容、最大15万トンの輸入枠新設と、から牛肉一定量まで段階的に 9% まで関税を削減すると。現在は39% ぐらいあるんですね。それを 9% まで関税を削減すると。で一定量は当初 24.2 万トンとして順次拡大するということだね。でこれはもう日本の牛肉生産農家に対する打撃ですよね。大打撃ですね。豚肉は TPP と同じ内容と、段階的に低価格商品は 1kg あたり50円まで関税を削減すると、高価格品は撤廃ということで、これも豚肉の生産業者にとっては打撃と。から乳製品、バターや脱脂粉乳で低関税枠を設けずと、チーズは TPP と同じ内容ということで、バターや脱脂粉乳で米国を含む TPP 加盟国向けの低関税輸入枠設定と、一部チーズは関税撤廃削減ということで、これも自由化ですよね。からワイン TPP と同じ内容と、段階的に関税撤廃と、から林水産農物関税を維持と、これが日本への輸入ですね、米国からの。そしてこの赤いところが、日本からアメリカに行く自動車関税は維持するが将来の撤廃さらに交渉ということで、アメリカは日本車がアメリカに輸入されるときは関税は維持するというふうになったんですね。で、TPP の合意っていうのは25年目に関税撤廃ということだったんですけど、これはもうトランプが自分の支持基盤であるアメリカの自動車産業を保護するために、関税は維持するということですね。で将来の撤廃へさらに交渉すると。これは自動車と自動車用部品と牛肉他国と合わせて 6.9 万トンの低関税輸入枠を確保ということで、日本から霜降りの牛肉なんかをアメリカに輸出した場合、低関税輸入枠他の国と合わせて 6.5 万トンということですね。なかなかこういう具体的なところまで踏み込んで理解するのは結構大変なんですけど、一応そのための資料として、やりました。そして3枚目がですね、これは今日の注目情報として日刊現代の記事、保坂正康っていう作家がいるんですね。彼が連載のコラムを日刊現代にずっと連載してるんですね。で、これのいつ付けだっけ、昨日付だ。だから10月の7日付の日刊現代のコラム記事、ひざまずいて命乞いする大杉栄ら3人を一斉射撃で銃殺したという記事を書いてるんですね。で彼の歴史記事コラムで、たまに読んでるんですけど、
結構いい加減なこと書いたんですね。で特にこれはひざまずいて命乞いする大杉栄ら3人を一斉射撃で銃殺したと。天笠正彦という憲兵隊員というタイトルの記事で、見てきたような大嘘ついてるということで、なんでこんな大嘘、誰でもウィキペディアをちょっと見れば分かるんですね。で大杉栄という無政府主義者と、それから妻の伊藤野枝か、作家なんですね。この2人と、それからこれはおそらく娘さんだと思うんですけど、たまたまなんか親戚の家にいた甥いですね、立花、立花なんだっけ、甥いの立花宗一6歳の男の子、この3人を自宅付近で拉致したんですね。憲兵隊の5人が天笠をトップとする。そして憲兵隊の司令部に連行して壮絶なる拷問を加えて、3人をそれぞれバラバラにですね、首を絞めて殺しちゃったんですね。だから考察なんですよ。銃殺じゃないんですよ。これはもうウィキペディア等々見れば誰でもすぐ分かることなんですけど、この保坂さんっていう、有名な作家、歴史、ドキュメンタリー作家らしいんですけど、彼は見てきたような大嘘をついてるんですね。銃殺されたと。でそれも命乞いをしたという、どっからこういう嘘を彼は探し出すのかというのが不思議なんで、今日の注目情報として、取り上げたんですね。でこれが天笠って言うんですよ。とんでもないやつで、結局憲兵隊のトップからの命令で3人を拉致して殺したと。そして憲兵隊司令部にあった井戸に放り投げて、埋めちゃったということなんですね。それがバレて、彼は軍法会議で10年かなんかの罪、あと2人かな共犯がいて、ですけど2年か3年で、仮釈放され、そしてフランスになぜか公費で、留学して、その後満州に行って、満州でさまざまな満州事変とか等々の謀略、天笠機関というのを作って、謀略機関を作って、それを指揮したと。そして満鉄等々のいわゆる岸信介が事実上の首相だったんで、その下で、いろんな謀略工作に従事して、最後は満州の満州映画社かなんかの重役になって、映画作りをして、で結局1945年にソ連が参戦したということで、彼は服毒自殺を図ったらしいんですね。それで死んだというとんでもない人間なんですね。これは関東大震災の時に、いわゆる憲兵隊が動いて、日頃反、国家主義、社会主義、あるいは無政府主義等々を主張している、人物をですね、ターゲットに、拉致して殺しちゃったという典型の天笠事件というんですね。ということです。今までのところをアップしますね。これは全部入んないわ。
それと現時点での視聴者数ですね、834名様。それと明日の外国語放送は語学研修のためお休みさせていただくというお知らせです。から今日の画像ですね、日米貿易協定の具体的な協定の内容をグラフ化したやつが東京新聞に載ってたんで、それを取り上げました。そしてアマガスの大杉栄夫妻、それと彼らを考察した、自らの手で考察した天笠正彦という憲兵隊員で、6歳の男の子を考察したのは別の人間みたいですけどね。でもどっちにしても3人は銃殺じゃなくて考察されたということはもう常識なんですけど、その常識を覆すような大嘘を垂れ流しているこの作家保坂正康という人は一体何者かというふうに、何なんですよね、こういう今頃こういう大嘘をついてみんなが信じると思ってるんですかね。ということでこの記事はおかしいよということで、今日の注目情報の中に取り上げたということですね。で、大杉栄と内縁の妻伊藤野枝作家と甥の椿宗一6歳の3人は憲兵隊天笠正彦らによって拉致され、憲兵司令部に連行され、壮絶な拷問の末別々に考察されたのであり、銃殺されてはないということなんだから、完全に間違いだと、大嘘だということを私はやはり言わなくちゃ、誰かが言わなくちゃいけないというふうに思ってるんですね。で、日頃この彼の言説っていうのは一番の問題はですね、戦前のいわゆるアジア太平洋侵略戦争を主導した昭和天皇裕仁の戦争犯罪は一切彼は批判しないんですね。そして軍部が悪かったんだと、軍部が暴走したんだと、昭和天皇裕仁っていうのは軍部の暴走を止められなかったんだけど、根っこは平和主義者であり、アジア太平洋侵略戦争を主導したものではないという主張を日頃してたんで、違うんじゃないと日頃思ってたんですけど、でも今回全くのでっち上げですよね。だからひざまずいて命乞いをする大杉栄ら3人を一斉射撃で銃殺したと見てきたような大嘘をついたのはなぜか理解できないということなんだね。別に歴史の専門の作家でなくてもウィキペディアを見れば分かるんですよ。で、保坂氏は下記に引用したウィキペディア天笠事件の中に詳細が書かれている大杉一家死因鑑定書というのが出てるんですね。ウィキペディアの天笠事件の項目の中に。これがすごい考察された、いわゆる井戸から掘り返された3人の遺体を解剖検視した検視官の具体的な内容が
書いたんですよ。ここにはもう完全に考察だって書いたんですよね。だからこういうウィキペディアのあれを読んでないんでしょうね、保坂さんっていう人が。かなりの高齢ですから、あんまりこうネットに強くないんじゃないですかね。ということで、このウィキペディアの天笠事件の URL、これぜひ、ご自分でちょっと読んでもらいたいですね。で、この中に先ほど言った鑑定、死体の解剖した鑑定書が出てるんですね。それで、3人の男性と女性と小児ということで、それぞれの小児小児に関しては所見が書いてないんですけど、男性と女性、2人に関しては例えば検視の場所、それから発見時の遺体の状態、それから遺体の身長とか状況とか等々で、この2人、男性と女性、に関しては、男性と女性に関しては腰の骨完全骨折、胸骨だ、胸の肋骨ですよね。胸骨完全骨折、前胸部にすこぶる強大な外力による傷、殴る踏みつけるなど絶命前に受けたもので、直接の死因ではないが死を容認したのは確実という拷問を受けた外見でですね、壮絶な拷問を受けた跡があるということで、考察されたというふうにはっきり言ってるんですよね。銃殺だったら銃弾の跡があるんですけど、そんなこと一切書いてないんですよ。だから完全にこの保坂さんの記事っていうのは嘘なんですよね。こんな嘘を日刊現代よく出すなというふうに思いますよね。で、日刊現代のひざまずいてうんぬんくん、ひざまずいて命乞いしたという大嘘を書いた記事そのもので、 URL がこれです。これ有料なんですけど、月に5本まで有料記事無料で見れるんですね。で、おそらくこれが最後だと思うんですけどね。ということです。で、今日の推奨本ですね、推薦本ですね、朗読ですね。今回は第30何回目、今日は31回目ですね。ジム・ロジャースさんの日本への警告ということで、第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だと言って、今日読むところは金正恩のスキーリゾート建設が意味するものということで、3ページですね。ここ読みますね。キム・ジョンウンのスキーリゾート建設が意味するものと。日本人にとって嫌な話かもしれないが、韓国は日本よりも成功する見込みが高いと。その理由は北朝鮮にあると。まずは北朝鮮の現状を見ておこうと。北朝鮮の経済状況は今、世界の最下位と言ってもいいほど低レベルにあると。これは事実だ。しかし、間もなく状況は変わるものと私は見ていると。北朝鮮を私が初めて訪れたのは2007年のことだった。今の若き指導者の父親であるキム・イルソンじゃなくてキム・ショーニチですね。
はまだ存命で、北朝鮮には厳しい規制が敷かれ、非常に閉鎖的だったと。で、私が妻のペイジとガイドと一緒に街を歩いて理髪店に入った時のことを覚えていると。理髪師もガイドもショックを受けた様子で、散髪をしてもらいたいと頼むと、それはできない、スケジュールに入っていない、許可を受けてないと繰り返すばかりだったと。そして散髪するなら、滞在先のホテルには外国人を散髪する許可を受けた理髪師がいるからそこに行けと言われた。歴史を振り返ると、以前の中国も同じような状況だったと。ところが1978年の中国共産党中央委員会の全体会議で経済の改革開放が決まり、それ以降固く閉ざされていた中国が外に対して開かれたと。このことにより何が起きたかは誰もが知っていると。そう、劇的な経済成長だと。これと同じようなことが北朝鮮にも起きる可能性を私は感じていると。そんなことは馬鹿げていると思われるだろうからと、2016年に東京で講演した時には、これからは北朝鮮が台頭すると発言し、あまりにも北朝鮮と語ったものだから逮捕されないかと心配になったものだが、多くの日本人にとっては北朝鮮が成功するなどとは信じることもできないと考えたくもないことなのだろうと。確かに今なされている報道を見ると、北朝鮮には未来がないと考えることは簡単だと。先進国による経済制裁が続き、マスコミは北朝鮮の人々の困窮ぶりを報道し続けているからだ。しかし私は、待った、何かが変わってきているのではないかと考えたのだと。最初に気づいた変化は、新しい指導者で金正恩が国際的なスキーリゾートを建設したことだったと。2013年に金正恩が肝入りで完成させたマジンニャンスキー場であると。冬はスキー、夏は登山をするために世界からここに観光客が集まっていると。このようなことは数年前までの北朝鮮では考えられないことだと。スキーリゾート建設のことを知った私が最初に考えたことは、そういえば金正恩はスイスで育ったのだなということだったと。スイスで育ったのであれば、スイスと北朝鮮の違いを彼は知っているはずだと。そして普通に考えれば、今のスイスと北朝鮮のどちらに住みたいかと言えば、誰でもスイスを選ぶと。ところが金正恩は立場上祖国を捨て去ることができない。いくら望んだところでスイスにはもう戻ることができないのだと。もしかって体験した先進的な暮らしを取り戻したいのであれば、祖国を変えるほかないと。同じように北朝鮮の将官たちも若い頃に北京や上海、モスクワなどの都市に滞在した経験を持っていると。そうした経験を持てば、平壌は時代遅れのままだとため息をつくだろう。外の世界を知る者たちが国のトップについている。これが前向きな変革をもたらす原動力となり得ると私は考えたと。事実、スキーリゾートという小さな変化を起こした金正恩は、その後さらなる変化を北朝鮮にもたらしていると。15の自由貿易区域、自転車ツアーや映画ツアー、国外からも選手の参加を受け付けた平壌平壌マラソン、いずれも金正恩の時代になって生まれたものだと。もし父親の金正日や祖父のキム・イルソンが生きていたら、金正恩を処刑していてもおかしくないほどのドラスティックな変化が今の北朝鮮には起きているのだと。ここまでですね。ということで、北朝鮮は彼は非常に活気があると。スイス、ヨーロッパで生活経験、育った体験がある金正恩がいわゆる中国のような開放政策を推し進めているということですね。で次、明後日木曜日読むと、活気にあふれた北朝鮮というところです。なかなか面白いですよね。
皆さんからのコメント読みましょう。キム・ジョンイルですね。はい、石森さん、ありがとうございます。から星の王子様、コンティニューコイン2枚ですね。そして、K さん、コンティニューコイン。から、砂月さんですね、いつものやつですね、初めて、視聴、ご覧の方へということで、山崎氏のキャスは、一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散及び共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。いつもありがとうございます。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですと。から砂月さん、今日のメインテーマですね。安倍晋三が本日中米日本大使に署名させた日米、貿易協定の隠された正体とは何なのかという、ただいま配信中と。から土山純さんですね、いつもありがとうございます。お茶爆点とコンティニューコイン2枚ですね。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。から今日のメインテーマで、この今日の放送の前ですね、砂月さん、社説宮古島で自衛隊弾薬庫着工と、住民合意なく許されぬ行為ということで、沖縄タイムのもうやりたい放題だね、自衛隊ということで、今日のメインテーマに入るんですね。今日のメインテーマその前に本日のブログ記事ということで、過失訂正版の昨日のブログ記事を再掲したんですね。で、昨日の放送の台本から、今日大幅に過失訂正したやつをブログ記事として今日配信したということで、これをあんまり長くないんで、読みますね。本日のブログ記事ニューですね。で、日本国憲法第99条公務員の憲法擁護憲法尊重擁護義務にはなぜ罰則規定がないのかということで、これはブログ杉並からの情報発信ですね、今日配信したんですね。で、日本国憲法第99条は何かというと、天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと。で、上記の日本国憲法第99条は全ての公務員に対して国の最高法規である日本国憲法を尊重遵守する義務を課しているが、その義務を果たさない公務員に対する罰則はどこにも規定されていないと。日本の刑法には国民が犯してはならない犯罪の規定と犯した場合の罰則が最高検の死刑まで事細かく規定されているが、国の最高法規である日本国憲法が全ての公務員に課した憲法尊重擁護義務に公務員が違反した場合の罰則は一切書かれていないと。さらに日本国憲法99条を規定する憲法尊重擁護義務が全ての公務員によって実際に果たされているかどうかを検証する、監視する、あるいは摘発する憲法擁護局などの国家機関が国会にもないと、内閣にもないと、最高裁もない、どこにも存在しないということなんですね。その結果、日本の政治家や官僚たちは罰則規定のある法律は遵守するが、罰則規定のない国の最高法規である日本国憲法は無視し、違反し、破壊してきたと。じゃあ日本の公務員、政治家、官僚、裁判官などが憲法を尊重擁護しない最大の理由は何かというと2つあるだろうと。で、1、日本国憲法99条に罰則規定がないこと。から2番目、憲法擁護局などの国家機関がどこにも存在しないよと。もしも日本国憲法99条に罰則規定があり、
国会や内閣や最高裁に憲法擁護局などの国家機関があれば、憲法改正イコール憲法破壊を悲願とする安倍晋三と党是とする自民党の所属政治家は全て党の昔に公職追放され、公民権剥奪されているということなんですね。なぜ日本国憲法99条に罰則規定がないのかと。それは日本国憲法を規範制定した GHQ マッカーサー総司令官米国支配階級の代理人が傀儡政党自民党の政治家と官僚の個人と組織の責任を免除するために巧妙に憲法の中に仕組んだ謀略なんだと。すなわち米国支配階級は日本国憲法99条に罰則規定を設けないことで、傀儡政党自民党の政治家たちと日本を植民地支配するために温存し復活させた戦前の天皇制国家官僚たちが憲法無視、憲法違反、憲法破壊しても個人と組織を免責する仕組みを作ったんだと。そしてその最後の仕上げが安倍晋三自公政権と日本会議、神社本庁、靖国神社などの極右ファシスト天皇制原理主義者たちが来年にも強行しようとしている憲法改正という名の日本国憲法の骨抜きと大日本帝国憲法への差し替えなんだと。でもしも我々が安倍晋三自公政権と背後の極右ファシスト天皇制原理主義者どもによる憲法改正イコール憲法破壊策動を許してしまえば、我々を待っているのは戦前を上回る規模の貧困と弾圧と戦争の天皇制ファシズム国家である。これが過失訂正版の今日配信したブログ記事ですね。ということで、これの URL をちょっとニューですね。本日のブログ記事なら過失訂正した場合は本日のブログ記事のコラムの中で、再掲したいと思うんですね。で、過失訂正されない記事は台本と同じですから再掲しないということですね。これが URL です。でちょっとポイントの中でもしもここですね、もしも罰則規定があり、憲法擁護局などの国家機関があれば、憲法改正、憲法破壊を悲願とする安倍晋三とから党是とする自民党の所属の政治家、自民党の国会議員以下、地方議員以下、自民党のいわゆる公務員政治家ですね。政治家は党是とする。これは党の昔に公職追放されると、あるいは公民権停止になると、剥奪になるということなんですね。でなぜ罰則規定がないのかと。これはアメリカ支配階級が巧妙に仕掛けた謀略だろうと。要するに彼らの傀儡政党自民党が政権を取った場合、憲法違反しても、免罪免責させるというためにわざと罰則規定を設けないということなんですね。でもしも
安倍晋三ら極右ファシスト、天皇制原理主義者たちによる憲法改正という名の憲法破壊を許してしまえば日本はどうなるのかと。日本はもう終わりですよ。世界で最悪の国の一つになるでしょうね。戦前の規模を大幅に上回るほどの貧困と弾圧と戦争国家になると、ファシズム国家になるということですね。これが今日の、ブログ記事、過失訂正版ですね。ということで現在40まだ40分ですか。46分28秒48名様、全体で113名様、コメント28件なんですね。で今日のメインテーマですね。安倍晋三が本日2019年10月8日中米日本大使に署名させた日米貿易協定の隠された正体とは何かと。安倍晋三のこの日米貿易協定は安倍晋三はですね、この日米貿易協定は日米両国にとって利益のあるウィンウィンの協定だとまたしても大嘘をついていると。そして日本のマスコミはいつもの通り日米貿易協定の隠された正体は一切伝えずに大本営発表報道を垂れ流して世論誘導していると。で日米貿易協定の隠された正体とは一体何なのかと。それはウクライナゲートで米下院の大統領弾劾調査が開始されて、来年10月の大統領再選に暗雲が立ち込め始めたトランプ大統領に対して日本の安倍晋三が再選有利になるようにトランプ大統領の支持基盤である1米農家と牧場経営者、2米デジタルメーカー、3米自動車メーカーを救済して、4日本の農家、5日本のデジタルメーカーを犠牲にしたということなんですね。だからこそトランプ大統領は調印式の場でこの日米貿易協定によって米農家と牧場経営者の状況は一変するとコメントして大満足してたということなんですね。で今回の協定ではアメリカの米の無関税輸入は回避されたが日本が勝利したんではなくて一時的に要求を停止しただけでトランプは来年にも再度要求して安倍晋三に飲ませるということなんですね。だからアメリカから、安いカリフォルニア米が来るということで、関税を設けたんですけどアメリカは今回はそのまま関税を置かせたんですけど来年再交渉して当然ながら関税撤廃無関税輸入を飲ませるというのはもう分かりきってるんですよ。必死なんですよ。でどちらにしてもトランプのポチ売国奴の安倍晋三と自公政権を一日も早く打倒して山本太郎を首相にした本物の野党連立政権を樹立するしか日本の再生はないんだというのが結論ですね。そして関連記事としてこれはブルーミングバーグ日本語版日米貿易協定に正式署名と来年1月1日に発行目標デジタル貿易協定もという記事ですね。ということです。何がウィンウィンだと大嘘つくなということですね。今日のメインテーマ。その隠された正体とは何かと。これはトランプの再選を安倍が応援したということです。だからトランプは大満足だったんですね。
で安倍首相はこの日米貿易協定は日米韓両国にとって利益のあるウィンウィンの協定だと、またしても嘘をついていると、大嘘をついていると。そして日本のマスコミはこの大本営発表報道を垂れ流して、日本国民を誤った方向に世論誘導している、大本営発表誘導しているといういつものパターンなんですね。それじゃあこの正体とは何かと、それはグライナゲートで、米下院の大統領弾劾調査が開始されて、来年10月の大統領再選に暗雲が立ち込み始めたトランプ大統領に対してですね、日本の安倍がですね、手を差し伸べる人はほとんど誰もいないんですね。安倍以外いないと。安倍首相が、日本の安倍晋三が再選有利になるように、トランプの支持基盤である1、米農家と牧場経営者、2、デジタルメーカー、3、米自動車メーカーを救済してと。で反対に日本の農民と日本のデジタルメーカーを犠牲にしたということなんですね。でアメリカの自動車メーカーを救済したっていうのは、本来であれば日本車のアメリカへの輸入に際しての関税を撤廃すると、こういうことだったんですけど、それは残したんですね、彼は。来年の10月の再選に向けて自動車産業の経営者と労働者を守るためと。で日本からの輸出で自動車と自動車部品は関税は維持すると、が将来の撤廃へさらに交渉ということで、ですね。だからこそトランプ大統領は調印式の場でこの日米貿易協定によって米農家と牧場経営者の状況は一変するとコメントして大満足したと。トランプが非常に分かりやすいんですね。トランプはもう自分に利益があるともう素直に喜ぶんですね。よっぽどあれだったんじゃ嬉しかったんじゃないですか、これ。で今回の協定では米のカリフォルニア米、米国産米の無関税輸入は一旦回避されたが、日本が処理したんではなくて一時的に要求を停止しただけで、トランプは来年にも再要求して安倍に飲ませるというのは必死ですよ。安倍はトランプのポチですからね。だからどちらにしてもトランプのポチ、売国度の安倍晋三と自公政権を一日も早く打倒して、山本太郎首相にした本物の野党連立政権を樹立することしか日本の再生はないと、もうはっきりしたんですね。というのが今日のメインテーマでした。何分かなこれ。なんか文字が小さいんで読みにくいですね。68分。55分ちょっとよくわかんないですね。次、関連記事として、そうか、この関連記事をアップしますね。ブル
ブルーバーグ。だから日本の大手マスコミの記事よりもよっぽど隠し事が少ないんで理解しやすいんですね、海外メディアの方が。日本のマスコミの記事はバイアスがかかってますんで隠されていることがたくさんあるんですけど、海外記事の方が非常に客観的な数字等々を出していって、理解しやすいんですね。で今日のトピックス、これはお見せした日米貿易協定の内容の図ですね、表ですね。東京新聞、これなかなか分かりやすいですね。URL、から次米共和党トランプ氏に猛反発と、シリア撤退決定でということで、シリアから米軍を撤退させるということで、トルコがクルド人部隊をですね攻撃するということで、IS を殲滅する中心部隊としてのクルド人部隊がですね、トルコの正面攻撃で、危険にさらされていると、そのままクルド人を見殺しにするのかということで、トランプの出身政党である共和党がほぼ全員トランプに反発しているということなんですね。おそらく彼は撤退するという決定を翻すでしょうね。だって民主党が全員反対して共和党も反対したらもう来年の再選なんかありえないですからね。から次、米大統領の支持率、違うわ、これはハンギョレだ。ムン・ジェイン大統領の支持率が 44.4% になって、就任後最低になったということで、やはりチョ・グク司法長官の任命が彼の支持率を大幅に下げているということなんですね。ハンギョレ新聞ですね。ただここで関心なのはこの世論調査が正確なんですよね。日本と違ってリアルメーターというところが世論調査をしてるんですけど、その信頼度が 95% ということで、日本の世論調査の信頼度なんていうのが出てこないんですよね。信頼度ないから書けないんですよ。誤差がプラスマイナス 2% とかなんかも書けないんですよね。そして表現の自由展が再開されたということで、小規模なんですね。全部事前予約がして1日2回1回30人限定で入場が始まったということで、でもまあ頑張ってますよね。木村愛知県知事、猛烈な反発を受けながらも再開にこぎつけたと。それで河村というバカな名古屋の市長が抗議のために座り込みに行ったっていうバカなことをやってるんですね。
K さんコンティニューコインですね。これは読みましたね。日本の最低の総理後藤田正治が岸の血が入ってる安倍ダメと言ってたということですね。はい、あれ見ましたよ。後藤田正治の岸信介は血も涙もない恐ろしい人間だと。その血筋を安倍晋三は受け継いでるというあれですね。それから14日までやってるんですね。愛知県の不自由展。今日が8日ですから、あと1週間ぐらいなのか。からドゥテルテフィリピン大統領がなんか筋無力症を発症したと。これ遺伝みたいですね。おじいさんからの遺伝で、体が動かなくなって、おそらく大統領途中で辞任するんじゃないですか。公務できないですよね。だから麻薬戦争を仕掛けてもう数千人殺してるんじゃないですかね。だから彼はおそらく殺された冤罪で殺された人もたくさんいるわけですよね。だから恨みを買ってますんで、おそらくまともな死に方しないでしょう彼は。それからトランプ氏、納税記録米裁判所は開示命令したと。大統領は上訴したということで、またしてもトランプ窮地に追い込まれている。彼のいわゆる納税証明書を公表してないんですね、ずっと。で最高裁まで行きますんで、彼はタカをくくってんですね。9名いる最高裁のうち5名は俺たちの保守派だと。だから最後はひっくり返せるというふうに楽観的に思ってるから、裁判でも何でもやってこいと、やりたい放題なんですね。そのあいつだけは云々は竹村正義が菅直人について言ってたセリフの焼き直し。後藤田氏現役時代は安倍氏は駆け出しと。なるほど。それが真相でしょうね、おそらくね。あれはちょっと出来すぎみたいな感じしますよね。注意した方がいいですね。菅直人はあいつは許せないっていうふうに、竹村か、まだいるんですかね、竹村っていう存命してるんですか。竹村正義が菅直人について言ってたという、ありえますね。菅直人も山口出身ですからね。そして今日の重要情報ですね。関係は同和圧力の被害者、関電か、関西電力は同圧力の被害者はすり替えと、原発マネー還流させ同和政治家暴力団を利用する電力会社の重い黒いやり口ということで、イリテラですね。はい、これが今日の重要情報です。これ初見ですっていうのは、こういう初見ですっていうのが怪しいんだよね。大体ネトウヨっていうのは初見ですっていうふうに入ってくるんですよね。
これはもうあれだね、ネット用だねこれね。ということで今日の火曜日の放送はこれで終わりです。1時間と5分55秒。何は登園なんかよくわかんないねこの人。なんだよネット用なんかよくわかんないね。一行コメントは禁止なんですよこれ。どのようにお話しされてるんですかという、この人もなんかよくわかんない話、最後の方に、登場しているということで、ということで今日の放送はこれで終わりです。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとそれからたくさんのギフトですね、ありがとうございました。ということで明日水曜日はお休みですんで、明後日木曜日ですね、9時から9時半の間に開始したいということで、もしよろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。